こんにちは、キコです。今日もインドからお届けします。この間からね、すごいインスピレーションが来てて、それがね、スターシードの目覚めっていうのが来てるんですよね。すごい。しかもトイレで来るんですよ。私結構インスピレーションが。トイレに行った時に、ゆっくりしてる時にね、なんかぐっとインスピレーションって頭から来る感じですけど、ハートに来る時も結構あって、なんか来た気がするっていうのが2回ぐらい来て、それがね、あとはもう1個はなんかぼーっとしてる時に来たのかな。スターシードの目覚めっていうのが来てます。これさ、何から来てるかっていうと、結構高次元から来てる。まあ自分のハイヤーがほとんどなんですけど、高次元からも来てるから、今回のことはなんかちょっと私のハイヤーっていうよりも高次元から直通のような感じできましたね。スターシードの目覚めっていうところを、重視していくっていうところなのかな。まあ、確かにね、だから今これからどんな形でやっていこうかなって思った時に、なんかねいろんな形がね今ね出来上がってきてるっていうかね、変わってきてるんですよね。例えばちょっと、インドにさ、なんていうのかな、まあ、いとこであったりとかお友達であったりとか知り合いの方とかさ、結構最近ちょっと来ることが増えてきたんですよね。今まではほら、インドにいて、引きこもりのような感じだったんですけど、なんとなくそろそろインドにやっぱり呼ぼうかな、いろんな人たちをね呼んで、今ホテル建ててんですよ。ゲストハウスちっちゃいんですけど、建ててですね、これ出来上がる頃にみんなでさ、なんか歌とか歌いたいなと思ってなんかそのイメージとかなんかいろいろ出てきたりして、でそれに合わせていろいろ自分も、変わってきてたりしてね。そう、一番やっぱりやりたいのがそうスターシードの人たちのやっぱり底上げというかね、そういうのはやりたいなとは思ってます。で、なんでかっていうとすごい力を持ってるってことなんですよね。スターシードってもう皆さんやっぱここの動画来る方はスターシードだと思ってくださいね。ほとんどとかもうみんなそうだと思いますね。やっぱコメントとかがさ、なんていうのかな、優しいんだよね、皆さんのコメントとか。やっぱさ、普通のちょっと地球的な部分とかばっかりやってるような人っていうのはさ、結構攻撃的な人とかもいるんですよ。この中でさ、随分となんか穏やかで、昨日だったっけ、罪悪感のやつ出した時もさ、やっぱすごい自分の本当にそこが入ってたっていう人を見た時に、みんなやっぱスターシード多いなと思って、こういうとこ持ってる人って本当スターシードなんですよね。だから波動が高いから、あえてここで地球ですごい重い重りを持って来る必要があったっていうのかな、体験したくて来てたりするからね。そうだからなんかこういうところのなんていうのかな、一見すると悪そうなんだけど実は本当すごい力があるっていうところをもっともっとお伝えしたいなっていうところと、あとはだからスターシードの人たちが本来の自分に目覚めるというかね、本来の自分に気がついていくとさ、やっぱすごいエネルギーが大きいから、なんていうのかな、本当になんかね、地球が良くなっていくためでもあるし、まあ楽な方が良くないですかなんかそんな感じですから、これからもお伝えしたいなと思っています。で、あとやっぱり私自身もスターシードの人、そう、アシタールのクミさんっていうさ、方とフェイスブックでつながって、この間メッセージいただいたんですよ。アシュタールを私テリー・サイモンさんっていう方から、アシュタールっておろしてる方が何人かいるんですけど、なんてスターシードの種を埋め込んだ人みたいな感じでアシュタールって言われてるんだけど、そのアシュタールの、セッションを受けたことがあって、テリー・サイモンさんっていう方だったんだけど、日本にもさ何人かいるのかな。でその中で一番
結構こうな信頼がある方がアシュタール久美さんっていう方みたいなのね。で、名前聞いたことあったんでしょ、お客さんから。うん、私がほらテリー・サイモンさんのやつ受けた時ちょっと物足りないなと思った時、久美さんが今一番こうなんていうのかな、クリアに情報を取ってる人ですよみたいにもらったことがあって、ああ久美さんっていう人がいるんだと思ってたんだけど、そしたらなんかフェイスブックでさメッセージくれたんですよね、久美さんがこの間。で、懐かしい感じがしましたって書いてあって私も確かに何か懐かしい感じあったね最近でも出会う人みんな懐かしいんだよな。今こうやって動画見てる方とかも多分知り合いなんだと思うんですよね、宇宙でそうだからなんていうのかな、すごいなと思ったんですけど、そう久美さんに関してはそうやってつながったんですよね、アシュタール。久美さんはね、このアシュタールとツインレイとかなんかそういうの書いてあったかな。かなりだからアシュタールそのものみたいな感じで地球に降りてきてるような人なのかもしれないから、すごいんですよ。だからやっぱスターシードの目覚めをいっぱいやってる人なんだろうね。そう。この辺りのところがだからなんていうのかな、来てますみたいな感じですね。だからまあスターシード中心のことをこれからやっていこうかなって思ってる感じですね。まあ、着々とこうなんていうのかな、勝手にやっぱりねハイヤーセルフにつながってるとね、勝手にね違う方向になっていくんですよね。勝手にそうなってきたな。楽しみだね。なんかどうなるかっていうのがさ全然予測できないんだけど、自分としては拡大していきたいっていうのと、宇宙規模でやっていきたいっていうのがあるんですよ。地球の中で宇宙規模で活動していきたいっていうのだけは出してるんですね。だからどうなるかが全然よく分かんないんだけどそのオーダーだけは出してるから、面白い展開にちょっとなりそうな感じですね。で、そうだな、まあスターシードの人たちっていうのは本当に生きづらさを感じてきて今があって、で今本当にこう今までの自分自身っていうのを外していって、それでこう本当の自分に目覚めるっていうか、もう目覚めてる人はたくさんいるんだけど、もっとやっぱり外していくと軽くなっちゃうんですよね。本来の自分として生きやすい自分だから、ハイヤーセルフとして一致するっていうことなんだと思うんですよ。自分がいて、まあ、ハイヤーセルフがいてって、こういう感じで今進んでるんだと思うんだけど、ここに対してハイヤーセルフとのちょっとねこうね、なんていうのかな、差があるというか、一致してなかったりする人がいると思うね。で、一致してるっていうのは要はもう思い込みとかが外れて本来の自分であるっていうことだから、思い込みがあるとちょっとこんな感じなんだと思うんだよ。そう、ここがいろんなものが外れて軽くなっていくと、ただだからさ、子供のように五感に従って楽しめばいいんですよ。楽しめばいいし、悲しかったら悲しめばいいしっていう、そういうなんていうのかな、普通の選択をするってことなんですよ。自分が自分であることが本当にこれがハイヤーと一致してるだけだから、これがさ自分の選択じゃない選択をしなくちゃいけない地球だったんですよね、今まで。しなくちゃいけないって思ってきてた。だからそこがうまくいかなかった原因だから、ただ自分が自分であるっていう、普通にただ自分が好きなもの、嫌いなもの、やりたいこと、やりたくないことっていうことをただ選択するだけなんだけど、その選択に対して、何かああでもないこうでもないっていう考える思考が出てきたりするから、それをどんどん外していく時っていう感じなんですね。で、ここがだから一致すれば、要はさ、もうさ、エネルギーがビヨーンってもうみんな大きくなっちゃう。なんかもともと大きいから、そう、ただ一致すればいいだけだからね。一致するっていう言い方なのかな。もともとでっかいからな。もうね、だから一致してないのにでかいってみんなそんな感じだと思うんだけど、だから一致した時に自分がこういうさ思い込みとか外れた時のでかさがやばいんですよね。本当にさ、本当にすごいから、だからスターシードの人たちが目覚めた方が早いんですよ。
ほとんどの人たち、地球にいる人たちが、スターシードって言えるんじゃないかとは思うんだけど、なんていうのかな、この動画を見てる方っていうのはもう準備ができてる。だから全然準備ができてない人っていうのはさ、要はまださ、スピリチュアルがこう宗教とかオウム真理教とか言ってる人いますからね。もうさ、化石みたいな感じだよね。何を見てそういうこと言ってんのか。なんていうのかな、目に見えないことに対して、だからもさ、やっぱ目覚めたくないっていう、ただそれだけだから、そういう人たちを相手にしててもしょうがないんだよね。だからそういう人たちに比べたら自分っていうのはもうかなり目覚めてきてるっていうことなんですよ。こういうことがさ、私の動画が響く方っていうのはやっぱりなんかさ、やっぱりもうさ、潜在意識っていうかこう魂でわかるから、何か反応するんだと思うんですよね。そういう感じだと思うから、なんか自分がね本当に順調だっていうことと、あとはスターシードかなっていうところだね、やっぱり。宇宙から来たのかな、何か自分っていうのは本当はもともとは大きな魂なのかな、なんかすごいね力持ってるとか言ってるけど本当かな、見てみたいなってなんか思うじゃないですか。これをだからこう自分の思い込み、そうじゃない、まさか私がとか思ってるその思い込みをどんどん外していく。で、私ねこの間ね、統合のワークってどうやってやるのかなと思って、やっぱこうなんだっけ、こういうことを発信してるのでどうやってやるのかなっていうのをちょっと動画で見てたんですね。全然さ、今までだいたいブロック解除で済んじゃうから、私とかの場合だと必要なかったんですけど、一応なんか皆さんがどういうふうにやってるのかっていうのを見てたんですね。そしたら、感情あるじゃないですか。感情に対して感情を引き出すみたいなんだよね。だから不安とか恐れが出てきた時に、感情っていうのが何だったっけな、感情とだからそういうなんていうのかな、そう感情だけが落としてるんだと思うんだよね。自分の周波数をさ、波動を落としてるもの、罪悪感とか無価値観とかのその感情でバーンって落としてるから、その感情を手が磁石だとすると、手でだから不安とか恐れを感じた時にこうやってこう引き出す、磁石みたいに引き出して、で目の前に物質化するんだってちょっとやり方違うかもしれないけど、とにかく感情を感じて、感情を目の前に引き出すんだよね、その感情で。重りみたいに重さを持ったりして、形とか重さをつけて、でそれをこうちょっと光に流して、かなり端折ってますからね、光に流して、で今度はその光で流した今度はその分を受け取るんだって。その分を受け取って自分の中に入れていくと、これでこう自分っていうのが浄化されたりするみたいだから、すごい簡単だったんですよね。ね、ちょっとごめんなさいね、すごい端折ってるから違うかもしれないんだけどこれもいいなって思ったんですね。磁石みたいに、だから感情をね、なんかこの動画いい、じゃあ今私だとするとこの動画いい動画かな、みんなどんな反応が来るかなと思うとするじゃん。そしたらこの感情を、手が磁石だとして、この感情、不安な気持ちをこう出すよね。出てきた。でその重さを感じる。なんかこんな感じだね、こんな感じ。はい、それを光に流す。光に流して、ちっちゃった。んでこれがまた光として戻ってきた。はい、なんか入れる。結構軽くなるね、これねなんかこんな感じだと思う。もっとなんかいろいろなんていうのか、長いのもあったんだけど、簡単に端折ってる人がいて、いかにさ、やっぱり私もいっぱいやるのがいいんですよね、こういうことって。だからどうやってそれをさ、たくさんみんなができるかっていうことをお伝えしたいと思うし、あとなんかこの統合のワークですごいこのやり方早いよとか、こうやってやるといいよって知ってる方は、だから最短でできる方法っていうのを知りたいね。なんていうのかな、いっぱいできて早くできるやつ。だいたいそうだな、できれば10秒ぐらいでできるのがいいねすいませんいっぱい出てくるじゃないですか、感情っていっぱい出てくるから10秒ぐらいでできたらいいんですよ。
磁石でこう吸ってそれを光に流すで受け取る、はいみたいな、何秒ぐらいだこれそういっぱいやってそれをこうなんかいっぱいこう日常やるっていうのがいいと思うから、なんかいいやり方知ってる方は、下のリンクにお願いします。コメント欄にお願いします。はい、今ね本当にね楽しいね、いろいろなんかもっともっと楽しいつながりも出てきそうだし、あとそうだな、そう3万人行った時はライブやりますからね。インドのネット通信が良ければいいんですけどね、止まっちゃうこともありますっていう感じのライブなんですけど、ライブやりたいと思ってますね。みんなで楽しくこういうこともやっていきたいし、まあたくさんなんかいろんなことを変えていきたいね。やっぱりいろんなこう気持ち思い込みとか簡単に外れますから、簡単に外れるっていうこととかをもっともっとやっていきたいと思います。あとはスターシードの人たちの目覚めっていうか目覚めてるから、スターシードの人たちが自信つけるってことかな。やっぱり本当の自分っていうのを思い出してもらって自信つけてもらいたいなと思ってますので、そのあたりをこれからも配信していきたいと思っています。ではまた。